はいどうもどうも、ガランジともさんでございます。今日はですね、フロントのブレーキキャリパーの整備を行っていきます。前回の動画ではリアのキャリパーの整備を行いました。リアのキャリパーにはパーキングブレーキがついていたので、今日行うフロントブレーキの整備よりも工程が多かったと思います。はい、ですので、今日の作業は、リアに比べるとシンプルな作業になると思います。はい、リアと同じようにね、フロントもホンダ純正のリビルドツールを購入してあります。パッドも純正品を購入しました。はい、あと今日使うツールも先週もご紹介しました、こちらですね。はい、ブレーキピストンワインドバックツールキット。前回の動画と同じキットなんですけれども、使う道具は異なります。はい、ということでね、今日も頑張って作業していきたいと思いますので、最後までご覧いただければと思います。はい、では一緒に見ていきますか。板状ボルトの取り外し。はい、では板状ボルトから外していきましょう。前のオーナーさんからもらったね、過去の記録を見ると、多分5、6年はキャリパーを触ってないんじゃないかなと思います。なのでボルト類が舐めないように慎重に作業を進めています。板状ボルトには2枚のシーリングワッシャーがついているので、取り外しを忘れないようにしましょう。はい、そして今ブレーキホースに差し込んでいるのはウレタンスポンジですね。これは必須アイテムだと思います。キャリパーボディ取り外し。はい、次はキャリパーボディを外していきます。キャリパーボディは2本のボルトでキャリパーブラケットに固定されています。固着気味なボルトを緩めるときには、まず最初に締め側に一発インパクトを与えるといいと思います。それからこの作業の時はメガネレンチとプラスチックハンマーを使うのが最近の自分の中での定番になってきています。錆びて固着したボルトは振動を与えるのも一つの緩める手だということが分かったからですね。はい、今キャリパーボディが外れました。キャリパーボディの中にはブレーキフルードが残っているので、まき散らさないように注意しましょう。ブレーキパッド、ブラケット取り外し。はい、次はブレーキパッドを外しましょう。ブレーキパッドはブラケットに座っているだけなので手で簡単に外すことができます。このパッドはディクセル製のパッドでした。パッドの残りはだいたい3ミリぐらい。泣き止め用のシムは付属していませんでした。画面ではキャリパーブラケットを外しています。2本のボルトを外せばナックルから切り離すことができます。この数本のボルトが命を支えていると思うと、作業もおのずと慎重になりますね。スライドピン&ブーツ取り外し。はい、ではブラケットのパーツから分解していきます。最初はブレーキパッドリテイナーですね。次はスライドピンを抜こうとしています。ブーツとピンの間に隙間を作ってあげると抜けると思います。いやグリスはもうパサパサですね。ブーツもバリッという音を立てながら外れました。まあこれが個人売買の闇というか、現状私の闇というか、そういったところなんでしょうね。はい、もう一本の方も状態を見てみましょう。少し取り外しに苦労してるようですけれども、これはどうしたかな。まさかの焼き付きではないですよね。さあどうでしょうか。お、抜けましたね。もうほぼグリスなしですね。これ本当にもう絶命寸前で救えた感じでしょうか。ピストン、ブーツ、シール取り外し。はい、ではエアガンを使ってピストンを押し出していきます。はい、抜けました。なかなか楽しくて病みつきになる作業ですけれども、エアガンの取り扱いには十分に注意しましょう。はい、そしてピストンブーツを剥がします。はい、外れました。パッサパサですね。次はピストンシールを外そうとしています。ビッグツールの先端でキャリパー内部に傷をつけないように注意しましょう。ブレーキキャリパー現状確認しましょう。はい、では分解したパーツを並べて見ていきましょう。
ピストンシールを装着する溝が錆びてますね。グリス切れになって水が侵入して錆びたんでしょうね。皆さんのキャリパーは大丈夫でしょうか。そしてスライディングピンもネックの部分が錆びています。これもやはりグリスが切れて錆びたと思われます。こっちは大丈夫そうですね。そしてピストンの状態から見るとフルードの循環には問題がなかったようですね。はい、それではピストンシールパッドは交換、それ以外は錆と汚れを落としていきましょう。各パーツの洗浄、錆落とし、塗装。はい、ではまず最初にブレーキクリーナーでグリスの残骸を清掃していきます。スライドピンの錆はワイヤーブラシを使って落としておきます。ブレーキパッドリテーナーにこびりついたブレーキダストもここできれいにしてしまいましょう。忘れてはいけないのはブラケット側にあるスライドピンホールの中に残ったグリスの掃除ですね。グリスの残骸がたくさん取れました。グリスが取れたらいつものように3種類の洗剤を使って洗浄していきます。私の場合は1回目に錆落とし剤、2回目がメタルクリーナー、そして3回目に塗装前のサーフェスを整えるコンディショナーを使います。はい、キャリパーはガングレー、そしてボルトヘッドはエナメルブラックで塗装してみました。純正リビルドキット開封の儀。リビルドキットの中身を見ていきます。黒い輪っかがピストンシールですね。それからピストンブーツ、3種類のグリスが入っています。あとスライドピンブーツが2個、盤上ボルト用のシーリングウォッシャーが2枚。リビルドキットの中身は以上です。スライドピンとビンブーツ装着。はい、それでは綺麗になったキャリパーブラケットにスライドピンとスライドピンブーツを取り付けていきましょう。スライドピンの形状は左右で違います。作業の際は必ずマニュアルを読んで左右間違えないように取り付けていきましょう。画面向かって左側、今取り付けているスライドピンが特殊な形をした方のスライドピンです。オレンジ色のグリスがスライドピン用のグリスだそうです。スライドピンホールの中、それからスライドピンブーツの内側、ブーツとブラケット、そしてピンとブラケット、それぞれの接続部分に十分グリスを入れておきましょう。エア抜きには缶スプレーのストローを使っています。エア抜きが不十分だとパッドを引きずる原因になるらしいので、しっかりエアは抜いておきましょう。ではもう片方のスライディングピンを入れていきます。こちら側は普通の形のピンですね。なぜ左右のピンの形状が違うのか、そしてなぜ左側のピンが特殊形状なのか、少し調べてみたんですけれども答えが見つかりませんでした。ご存知でしたらコメント欄から押していただけると助かります。はい、作業も終わり2本目のエア抜きをしています。エア抜きが不十分だなと思ったら放置せずに納得いくまで作業をしましょう。ピストンシール装着。キャリパーボディの内側にはピストンシールを収める溝が彫ってあります。ここには透明のグリスを使うそうです。キャリパーの溝とピストンシールにグリスを塗り広げて定位置へ入れていきます。ピストンブーツ装着。はい、次はピストンブーツの装着作業になりますが、先週に引き続き今回も非常に苦労しました。今画面で映っている作業が通算で4回目の作業になりますので、少しは上達したかどうかご覧ください。作業としては非常にシンプルで、キャリパー側にある溝にピストンシールをはめ込んでいく、ただそれだけです。キャリパー側とピストンブーツ両方にたっぷりとグリスを塗り広げてあります。作業中にキャリパーボディが動いてしまうとピストンシールが飛び出してしまうので、しっかりとバイスに固定して作業に臨んでおります。さあどうでしょうか。
先週の動画でお見せした作業内容に比べると少しは上達したんじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょうね。やっぱりピストンブーツのラバーが馴染んでこないと入らないのかなと。こうやってね、指でなじませてあげてそろりそろりと押し込んであげていくと、ある時点を境目にブーツが自分から最後の 5% のところを収めようとしてくれるというか、そんな感じですね。今回は15分で装着することができました。この後ピストンを入れるのでブレーキフルードを塗っておきます。ピストン装着です。はい、このピストンもホンダ純正のピストンを購入してあります。この内紙っていうんでしょうか、これは錆を防止するための特殊な紙みたいですね。パーツの包装にも一つ一ついろんな工夫があるんですね。恐れ入ります。ピストンにもブレーキフルードを塗ったら準備完了です。これはエアガンを使ってブリードホールからエアを入れることによってピストンブーツを膨らませて、膨らんだ瞬間にピストンにかぶせると、そういう作業になりますが、今一旦かぶさったんですけれども油断をしたので抜けてしまいましたね。はい、もう一度挑戦しましょう。今度は抜けないようにしっかり押さえ込んでいきます。はい、今かぶりましたね。大丈夫でしょうか。大丈夫そうですね。はい、次にですね、手で押し込めるところまでピストンを押し込んでおきます。はい、ここまでですね。はい、そして次にワインドバックツールを使ってピストンを押し込んでいきましょう。この作業でも入り口のところがカチッと入ってしまうと、あとはスルッと入っていきます。そしてピストンの溝にブーツが収まることを確認をして、はい、そして最後まで押し込んでいきましょう。はい、これでピストン装着は完了です。ブレーキパッド装着。はい、リビルド作業が完了したので画面はナックルへと移ります。まず最初にガングレーに塗り直したローターをハブに装着しています。そしてキャリパーブラケットをナックルに装着していきましょう。ここから先の作業は外した時の作業の反対の順番で進んでいきます。ブレーキ周りも特に安全走行に関係するところですから、各ボルトにはロックタイトを使って、そしてなるべく正確に規定トルクでボルトを締めていっております。パッドに泣き防止シムを取り付ける場面を取り忘れてしまいました。ピストン側がシム2枚、外側が1枚という構造でした。キャリパーボディの装着。次にキャリパーボディを装着していきます。キャリパーボディには左右の違いがあります。左右のブレーキを同時にリビルドするということはないとは思いますけれども、もし同時に外す場合は左右が違うので注意が必要です。キャリパーをよく観察すると左右汎用のデザインになっていると思います。ただプロダクションの段階でブリーダーホールが上に来るように準備されていると思います。いずれにしましても DIY 整備の場合は左右同時に外してしまうということは避けた方がいいでしょう。盤上ボルトとシーリングワッシャー装着。はい、では最後の作業になります。ブレーキホースに詰めておいたウレタンスポンジを外します。新品のシーリングワッシャー2枚と盤上ボルトを準備したら、シーリングワッシャー2枚でブレーキホースを挟む形でブレーキホースをキャリパーボディへ固定していきましょう。ワッシャーには表裏がありますので、平らな方がブレーキホース側に来るように装着すると思います。新品のワッシャーは潰れるまでに少し時間がかかるのでメガネレンチを使った方がいいと思います。そしてワッシャーが落ち着いてから規定トルクで締めていきましょう。
マーキングをして本日の作業は完了です。リビルド完成の図。はい、足回りのレストアもだいぶ進んできましたね。ボールジョイント、ブッシュ類の交換、そして今回ブレーキキャリパーのリビルドとサイト層、ブレーキパッドの交換まで完了いたしました。足回り的には次はハブベアリングの交換を計画しております。来週のガラージトムさんではいよいよブレーキフルードを交換します。交換作業では逆流防止ボトルと iPhone を活用して一人でブレーキフルードの交換作業ができるか挑戦します。動画のリンクは概要欄に貼っておきますのでプレミア予約をしておいてくださいね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。では来週までごきげんようです。